はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回本当にご心配おかけしましたが、皆さん温かいコメントやねぎらいのお言葉を本当にありがとうございました。おかげで喉をちゃんと声出るようになりましたので、今回は早速させていただきます。ちょっと2月遅くなってしまったんですけど、2月の18日までの流れや全体のテーマ、そして人間関係やお仕事のことを見てみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。2月18日までですね。タワー、いきなりタワー、戦車の逆、ワンドロック逆、ペンタクス8、ソードのキング逆ですね。そしてカップ3と、カップ5の逆。はい、気をつけることや対策がワンドの8の逆とジャッジメント逆とオラクルはジャスティスですね。はい、ちょっと星の話もしますが、2月の4日からですね、金星もお羊座に入ったり、あと木星がね順行になったということで、基本的には何かがこう滞っていたものが少しずつ流れ始めているという間ではあるんです。で、特にお下の皆さん、今木星がもう大きさから見ると2ハウスにあって、お金のことや自分の価値っていうものをしっかりもう一度見つめ直しましょうみたいな感じがあり、そのことについてバージョンアップできるよねっていうタイミングというか、そういう時期に入っているんですね。今年の前半のテーマなわけです。自分にどれだけ価値があるのか、どれだけ自分からいろんなものをクリエイトしていけるのかとか、生み出していけるのかとかっていう感覚もそうだし、現実的なお金っていうものも自分で作っていけるよっていう、そういう流れの中にも入っているんですね。で、それがようやく順行になったということは、これまでなかなかうまく進んでなかったことが流れ始めるなので、何かちょっとインパクトのあることがこの年末年始にあって、例えば1月にあったりして2月を迎えた方にとっては、ようやくそれが落ち着いて流れ始めるってことになるでしょうし、別に何もなかったですという方もですね、現状見えてる世界は何もなくても、私たちの感覚や細胞っていうのは日々新しくなっているので、その新しい感覚で新しい自分を見ていくっていうことが始まってるんじゃないかと思います。そして2月は12日が満月なんですよね。で、この満月っていうのは少し過剰にエネルギーが反応しやすいっていう時なんです。で、お家の皆さんにとってはちょうど今この仕事とか社会とか自分が生きていく世界、自分がいる世界はここなんだってみたいなことを非常に感じやすい時で、特に2月18日までっていうのは仕事運っていうものが強調されているので、自分がどんな世界の中にいるのかとか、自分がどのような仕事をしていきたいかとかもそうですし、社会や環境の中で自分をどう表現していくかっていうものが、試されている時なんですね。それに対してこの獅子座の満月っていうのがなんだかとても刺激が来るっていうのかな、もっと頑張らなくちゃいけないんじゃないかみたいな気持ちになったりするので、それは頑張るという動機づけにはいいんですけれども、ちょっと過剰になりやすいので、あまりこの時に自分に負荷をかけすぎないようにしてくださいね。っていうのはカードで見てもちょっとなんていうのかな、自己ジャッジが生まれそうな感じがあるので、いい意味での自己ジャッジならいいんですけど、やっぱり本来もっとこれぐらいできるはずなのにできてないとか、これぐらい稼げるはずなのに稼げてないとか、何か自分のこの理想とする形に自分がまだ至っていないというところで自分を責めがちなので、そこだけ気をつけてください。ちょうど今その2月12日ぐらいっていうのはそういうふうに刺激を受けるエネルギーが強いので、特に今大下の皆さんっていうのは自分の価値とかお金っていうものが強調されているがゆえに、もっとできるはずなのにみたいなことを感じやすいので、そこだけね気をつけていただければ穏やかに流れていくっていう時ではあるんです。で、ちょっと余談の話になりますが、お金のことに関して言うと、今自分の価値、自分が生み出す力がある私にっていうことを感じてもらいたい時で、実際の何か余計な出費があるかっていうとあんまりない時なんですね。ただ今後
3月の2日から4月14日にかけては金星も逆行を始めるので、ちょっと余計なお金がかかったりとか、何か勘違いが起きやすい時ではあったりするので、もしねお金を使う予定があるとか、何かお金をかけなければならないものがあるとか、今年中にこれだけお金がかかるなみたいなことが見えていらっしゃる方っていうのは、この3月2日から4月13日にかけては少しいろいろ動くかもなっていうことを抑えた上で、今はそんなに浪費しにくい時なので、2月18日までは、もしくは言うならば3月2日まではちょっと浪費しにくい時なので、その間にきちんと使えるお金とか使えないお金とか、何かお金の計算をしておくっていうのはいいんじゃないかなと思いました。そしてそれを踏まえた上でのカードなんですが、やはり入り口がタワーということで、何か大きな気づきがあったんじゃないですか。いかがですか。いや実は最近こんな気づきがあったんですよという方、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいんですが、これは何かもし現実世界の中でびっくりすることがあったとか変化があったっていう方は、それを通してどんなメッセージが宇宙から来てたのか、何に気づいたのかっていうのが一番大事なわけです。外に起きてることじゃなくて、それを受け取ってる自分はどうなのかっていうところなんですけど、なんかそういうメッセージがあったんじゃないかなと思うんですね。で別にこれは外側の世界で何も起きなくても、自分の中でその気づきがある、自分の体内時計としては刻一刻と動いていて、その中で大きな気づきがあるってこともあるので、何か今まで自分が築き上げてしまっていた無意識のうちに凝り固まってしまっていた自分の思考癖や感覚っていうものがちょうど壊されるいいタイミングなんだなっていう感じがしています。でそれによってちょっと自分が思うように動けないとか、ちょっとやる気が出ないとか、なんかエンジンがかからないなみたいな感じがあるかもしれませんが、それ普通のことなので焦らないでください。それだけ大きな気づきや大きな発見があったり変化があったりすると、やっぱり馴染むまでには時間かかるものなので、全力疾走できてない自分を責めなくても全然いいと思います。むしろですよ、むしろその状況で本当によくバランスを保ってやってますよっていうメッセージオラクルで来ているので、このままいってほしいんですね。自分頭の中ではいやどうかなと思ったり、感情の中では納得いってないっていうことがあったとしても、この2月18日までっていうのはその世界を体験することに意味があるわけで、その世界の中で自分がうまく立ち振る舞ってるよっていうことを自分で自覚してくださいっていうのがもう一番のメッセージなんですね。ですから例えばお仕事でも、本当はこの仕事辞めようと思ってるんだけどなんか続けることになっちゃったとか、なんか辞めるって言われたのに急に変更になってこっちから辞めてやるとか、なんかそういう何か仕事とか環境に対しての、中には親に対してとか上司に対してって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、に対しての何かしらの不具合の感情っていうものがちょっと2月12日ぐらいっていうのはありそうな時なんですけど、でもその中でも自分はうまく立ち振る舞えてるじゃないか、そんな大きな問題を起こすこともなくできてるじゃないかっていうのが素晴らしいですねっていうことなんですね。でその経験が後々に生かされてくるわけなんですが、自分の中では乱れているような感じがするかもしれませんので、でもメッセージはいやいやそれでもうまくやってるんですよっていうふうに言われているのでね、忘れないでください。で、ただちょっとソードのキングの逆とかも出てるので、ちょっとピリッとしたエネルギーがあるっていうかな、なんか誰かもしかしたらちょっときついことを言う人が近くにいるとか、誰かに嫌味を言われたりとか、外から来なくても自分の中から自分に対して嫌味を言いたくなるみたいな、せっかくいいことがあったのに、いやそれはこういうことだったからたまたまうまくいったんですよみたいに、何か自分に言い訳とか嫌味を言いたくなるみたいなことがあるかもしれないので、そんなにいい悪いとかっていう判断を自分に下さないでほしいみたいな感じかな。だってその前に素晴らしい気づきがあったんですからみたいな、そんな感じです。素晴らしいことを経験できたんですからって感じかな。そしてその後ですね、カップの3も出ているので、他者との関わりの中で喜びが出てきますよというふうに言われています。これは他者との関係、ちょっとこれ2月18日までで見てるんですけど、2月24日以降の方が関係性は良くなるんですね。なのでそのがちょっと前倒しで早く来て、なんか
誰かとの関係性がうまくいって嬉しいなとか楽しいなっていう感じがあるかもしれません。これは1対1の関係性というよりも、自分が生み出す、自分が関わる複数人の人たちとの関係の中で喜びがあるよっていう感じで言われてますので、職場の中や同僚や友達やグループもいいと思います。グループや仲間っていうところに関してはどっちかというと長い目で見ると学びの機会って入っているんですけど、でもその中でも身近なところで喜びをシェアできる仲間がいますよねっていう感じです。そして家族のことに関しては100% 満足とかこれが理想の形ですじゃなかったとしても、今の状況の中で結構恵まれていることがありますよというふうに言われてます。これはカップの5の逆です。思ってるほど悪くないんですよ、今の状況はっていうことなんですね。そして対策として言われているのがやっぱりジャッジメントの逆とワンドの8なので、まだまだ状況は変わっていきますと、変化していきますと。なので何かを一定の状態に保とうというふうにしなくてもいいですよっていうふうに言われています。なんだか自分がその環境に受け入れられるのかどうかっていうことをすごく気にしていたりとかしますが、いやまだまだ環境動くんですよみたいな感じがあり、ちょっと見えないんですよね、先がね。なので先々の保証とかこれでいいんだっていう長い安心の道筋が見えなくても、今自分はできることをやってるじゃないかっていう、そしてやる気がなかったりちょっと引っかかる部分があったとしても、でもその中でうまくこなせてるじゃないかっていうのが OK なんですよっていう風なメッセージだと思いました。そしてちょっと仕事のことを見てみますね。今仕事運がある時だから、特に仕事とか環境に対しての、全体のメッセージだろうなとは思うんですけど、あえてちょっと仕事のこと見てみましょう。ジャッジメントですね。カップ8、忍者ということでダイヤルから2枚も出てまして、やっぱりお仕事に関しては要するにさっき環境とか仕事に対して自分が受け入れられているかどうかっていうものを非常に気にしやすい。でもそれまだまだ変わりますって言ったんですけど、仕事っていうので言うと昔ダメだったこととか昔やりたかったことがもう一回復活するみたいなのがあり、むしろ温めていたことがいい形に表に出るみたいな、そんなのもあったりとかして、自分って受け入れられてるなって感じる部分があるみたいなんですね。でそういう部分もあるかと思ったら、仕事に対してのそのモチベーションとか目的意識が変わるっていう感じが言われてるんです。今までは例えばお金のためにやっていましたっていうことも、お金だけじゃないなって、この仕事を通してこんなこともあるなみたいなことを感じられたりして、何か感覚が変わってくるんですね。これまでの目的とちょっと目的や意識が変わってきてますねっていうふうに言われてます。そして今携わってる仕事を通して次につながっていく道が見え始めてますよみたいな感じもあります。まだ感覚的にはね、全然変わっていくということの方にフォーカスしていて、その先の方は見えてないんですけど、でもまず自分が仕事に対しての感覚、目的が変わってきたっていうことがまず一つの道しるべだよみたいな感じで言われているので、そしてそれをどうやってこなしていくかっていうのもゆっくりと自分の中で見ていくんだなっていう出てますね。忍者のカードが出ているので、しっかりと納得しながら自分で答えを探しながら道を作っていくって感じがしますね。なので仕事っていうふうに見た時に何か与えられるとか仕事場で揉めるとかそういうんじゃなく、自分がこれまでやってきたことや過去やりたいと思ってきたことっていうのが一つ復活する。なおかつ昔やっていた目的意識が今やってる仕事に対しての意識が変わる。そしてここからしっかりと自分で確かめながら自分の道を作っていくんだっていうことで、非常にちょっと独立してる感じがありますね。与えられた仕事やりますっていうそういう感じだけじゃなくて、自分の意思でちゃんと確認しながら進んでいってるって感じがして、独立してるようないい大人な意識みたいな感じがすごくします、仕事に関して。であんまり今上司運とかね、仕事運っていうのがある時ですけど、そんなに他者からの言葉っていうのもあんまり関係ないんだなって感じがしますね、仕事では。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はペンタクスのクイーンですね。ワールドカップ10ということですごくいいですね。すごくいい。人間関係って見た時に
自分らしさとか自分の在り方みたいなものを少し感じられるのか、今社会に本当は受け入れられやすい時なわけですよ、仕事運がある時っていうのは。ただ仕事運がもともと持ってる仕事運が強ければ強いほどハードルが高かったりとかこなしていくこと多かったりするので、それがいいというふうに感じにくい方もいらっしゃるかとは思うんですけど、本当は社会運がある、他者に認められるみたいなね、世界に受け入れられやすい時だよっていうことなんです。でだからこそ仕事も悪くはない、自分の独立した感覚っていうものを活かせるようなんですけど、人間関係って見た時にも自分が作り出す人間関係っていうのは非常に素晴らしいものがあると、自分次第でこんな風に関係性っていうのを作っていけるんだっていうことを体感できますよっていうふうに言われてるんですね。でなおかつ誰かとのやり取りとか感情のシェアとか情報の交換だけではなく、なんか自分が持ってる自分らしさみたいな、何とも言葉で表現しがたいものなんですけど、どれだけの知識があるとかね、どれだけ経験を積んできたとかっていうことじゃなくて、自分という存在感っていうものが他者との関係の中でとても生かされると、なんか必要とされるみたいな感じかな。他者に存在として必要とされるみたいな感じがあり、でそれを自分は全然必要とされると思ってないっていうか分かってないんですけど、そこにいるだけでなんか空気が変わるみたいな、そんな感じがあり、それによって自分の世界観っていうのをすごく作っていける。ワールドにカップ10っていうのはめちゃくちゃ恵まれてるんですね。ですので、もしかしたらご家族の中での、家族間の中での人間関係としてすごく満たされているのかもしれないし、家族のように仲良くしている人がいるのかもしれないですし、とにかく世界は大下さんの味方って感じがします。今これ見てると、何ができるとかこれを言ったとかそういうんじゃなく、存在として自分が受け入れられている。ありがたいですね。なんかそんな感じです。はい、何かもし伝わるものがあればいいんですけど、もし分かりましたよっていう方は、いいねボタンやコメントでまた教えていただけると嬉しいです。そんな感じですよ。ちょっとそれを全体を通してちょっと最後にもう一枚オラクルハード引いてみましょう。実はすごく人間関係いいんですね。アチーブメントということで、どうですか、このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ自分へのご褒美としてメッセージを受け取ってみてくださいね。やったーみたいな感じですよね。その価値があるよって、自分にはそのご褒美を受け取る価値があるんだよって感じがします。達成みたいな感じが出ているので、何かやはりここまでの間に、今これ2月18日まででは見てますが、おそらくそこに至るまでに何か大きな気づきがあったと思うので、自分が何を達成したのか、どんなことを自分でできたと思ってるのかってことをもう一度確かめて、それを自分に褒めてあげるっていうのかな、なんかそれがいいような気がしました。はい、ということでここまでにしておきます。ぜひね、豊かな時間をお過ごしください。もしよかったらいいね、コメントお待ちしております。ではまた18日ぐらいにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。